はい、そうですね。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。後半戦も盛り上がっていきますよ、そう皆さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。私はですね、パラトリテレビナビゲーターの中島涼子とピーちゃんでございます。ピーちゃん、ありがとう。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてですね、今回のオープニングは横浜パラトリエンナーレ総合ディレクターのクリス義恵さんにも来てもらっちゃいました。クリスさんお願いします。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。こんにちは。クリスさんですよ。我らがクリスさんが来てくれてます。はい、今日から3日間ですね、横浜市役所アトリウムのパラトリテレビ特設スタジオよりお届けしております。はい、放送は横浜パラトリエンナーレの YouTube そしてウェブサイトにて生放送されていますので、アーカイブもありますので皆さんぜひ要チェックです、見てくださいね。はい、そしてね、ちょっと残念ながら新型コロナウイルス感染防止のために一般観覧席はねなくなってしまったんですけれども、ぜひオンラインの方で皆さん盛り上がってくれたらなと思っております。はい、そしてですね、リアルタイムで字幕をご覧になりたい方は字幕専用サイトもありますので、ぜひそちらの方にアクセスしてみてください。はい、ということでですね、さて今回の、オープニングはですね、横浜パラトリエンナーレ総合ディレクターのねクリス義恵さん来ていただいたんですけれども、まずねこの壮大なスタジオセットについてちょっとねクリスさんから説明してもらいたいなと思って。会場に、お越しの関係者の皆さんは2回聞く羽目になったと思うんですけど、もう1回聞いてください。覚えちゃってください。私が2回間違えて言いました。ですね、こちらの、パネルはサーカスアニメーションという、今回ねコロナによってライブでできなかったサーカスのパフォーマンスをアニメーションにしたんですけれども、その、主人公のメグちゃんのお部屋にあるクローゼットを再現してまして、メグはねこのクローゼットから不思議な世界に迷い込んでいくっていう、そういうお話なんですけど、これをちょっとモチーフにしたスタジオを再現してみました。はい、クローゼットリアルですね。はい、かわいい。これすごいたくさんの人が頑張って苦労して作りました。ありがとうございます。すごいですねこのスタジオ。そしてね、見上げればまたもやすごいことになってますよ。頭上にはホワイトスケーパーという、井上由衣さんが2014年から継続的に手掛けてくださっている、もう本当に1万人を超える国内外の方と一緒に編みながら作った作品が、展示されてるんですけれども、もう本当に本来であれば、みんなで集まってこう作るところを見てもらいながらっていう、そういう作品なんですけど、集まることがね今年はできなかったので、材料を皆さんのご自宅にお届けしてパラトリテレビを見ながら作っていただくっていう、ちょっと新しいリモートのやり方で、素敵ですね。1ヶ月前ぐらいですかね、パーツが象の花に皆さんのパーツが届きまして、それを井上さんが滞在制作をしながら象の花で組み立てて、でこちらに持ってきて展示をしたという。象の花テラスがすごいことになってたのをツイッターで見ましたね。網編み工場になってました。通称網編みですね。はい、6年間の思いが詰まってるんですね。これ全国からの皆さんのね。そうなんですよ。集大成と言いましょうか。はい、たくさんの方の手がこう入ってる個性のねこうもうずっと詰まってる、目の一つ一つが皆さん編み手の方の個性がね反映されるのでね、面白い形の素敵な作品で、昼間と夜とでも表情変わるので、ぜひ何度でも楽しんでいただきたい作品です。夜になったらまたライトアップされて綺麗なのでね、ぜひご覧ください。素敵なねセットからお送りしていますパラトリテレビでございます。はい、ということでですね、本日2つ目のプログラムに早速移りたいと思うんですけれども、2つ目のプログラムは、横浜パラトリエンナーレその成果と展望になります。今回のシンポジウムではアート、福祉、まちづくりなどさまざまな角度から横浜パラトリエンナーレから得られたものやそこから見えてきた課題を振り返って、障害のある方の文化芸術活動の今後の在り方などについてディスカッションをねクリスさんがしてくださるんですよね。そしてね前半はクリスさんのプレゼンテーション、そして後半はゲストの方をお招きしてのディスカッションとなります。今回ディスカッションにご登壇いただく方を早速
ディスカッションにご登壇いただく方はまだですね。まだなんですね。お名前だけお名前をねあ今ねちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、まず日清基礎研究所研究理事芸術文化プロジェクト室長の吉本光弘様、そして厚生労働省障害保健福祉部障害者芸術文化活動支援専門官大塚千恵様、そして横浜ランデブープロジェクト実行委員会の江良隆二実行委員長です。それではね早速始めさせていただきたいと思います。まずはじめに横浜市健康福祉局長田中弘明よりご挨拶がありますので、局長もねこのねクローゼットから出てきてもらっちゃおうと思うんですけれども、ここからそうこの世出てもらっ界にちゃいますか局長も招き込んじゃいましょう皆さんで、ねではでは P ちゃんいいですか、開けてもらって局長呼んじゃいましょう。局長どうぞ、イエーイ。局長がセットに入ってきましたありがとうございます。よろしくお願いします。会場の皆さん、そしてオンラインで視聴されている皆さん、こんにちは。ちょっと元気がないでしょうか。でもコロナの影響の中ですので大きな声出せませんので、これぐらいでいいのかもしれません。今ご紹介をいただきました横浜市の健康福祉局長の田中弘明です。どうぞよろしくお願いいたします。このパラトリエンナーレのシンポジウムにあたりまして一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。今先ほどから少しお話もありましたけれども、横浜パラトリエンナーレは2014年から3年ごとに開催して今年で3回目を迎えます。ずっと連続した形で行ってきて集大成の年となっています。この開催にあたってはですね、総合プロデューサーのクリスさんはじめご尽力いただいた皆様方に関係者の方々に改めて深く感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。今年はパラトリエンナーレの年というのが私の最初のお正月のイメージでとても楽しみにしていたんですけれども、2月ぐらいからですね新型コロナウイルスが日本でも猛威を振るいまして、そして世界中猛威を振るってしまったと、世界中に影響を与えたもう年の瀬が迫っておりますけれども1年ということになります。パラトリエンナーレも例外なくその影響を受けました。当初はですねもっとたくさんの人に集まっていただいてフェスティバルを開こうということで計画をして予定をしておりましたが、変更を余儀なくされたということです。この開催できるかということも含めてどうしようかということ、そういう中でも何としてもこの作品を皆さんにお届けしたいと実行委員会の総意でありました。そうした中で議論を重ねて今回このようにリアルとオンラインを融合したフェスティバルという形で開催にこぎつけたわけです。テーマは「Our Curiosity」。最初に聞いた時にはですね覚えるのに大変でした。アワーはもうそれは字のごとく、ただ思いはですね他人事ではなく誰もが当事者意識を持つこと。キュリオシティは、好奇心と街のを掛け合わせた造語です。この新型コロナウイルスの猛威が振るわれている中、このリアルとオンラインを融合したフェスティバルを開催することを通じてですね皆様方の好奇心が多様な出会いに結びついて、そして障害者の社会参加や障害の理解の促進に結びつき、それがさらに進んでいく街横浜というふうになるようにという願いを込めてテーマを設定しております。この後のシンポジウムでは先ほどもご紹介がありましたけれども、アート、福祉、そしてまちづくり、そうしたさまざまな角度からご議論をいただきます。2014年から続いているこのパラトリエンナーレの成果と課題を振り返ることによって、この後の
障害者の文化芸術活動をどのように進めていくべきか、そうしたことの議論を深めていただき、そしてパネリストの皆様方からは示唆に富む貴重なご意見が伺えるというふうに思っております。会場の皆様もオンラインでご視聴されている皆様もどうかご一緒に考えていただければと思います。そして皆様方の活動の参考にしていただく、参考になるということも期待しておりますし、合わせて障害者の文化芸術活動のさらなる発展に結びついていくということを大いに期待しているところでございます。結びにこの開催にあたりましてご尽力をいただきました関係者の皆様方、協力団体の皆様方に改めて重ねて厚くお礼を申し上げまして、私の挨拶をさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。局長ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。アワーキュリオシティ、ぜひ皆さんも覚えてくださいね。はい、はい、ありがとうございました。では前半のプレゼンテーションから早速始めたいと思いますので、クリスさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは始めてまいりたいと思います。よいしょ。改めまして横浜パラトリエンナーレ総合ディレクターのクリスです。どうぞよろしくお願いいたします。こんなに第3波で感染がすごく気になると言われている中お集まりいただきましてありがとうございます。そしてオンラインから見てくださっている皆さんもありがとうございます。前半のプレゼンテーションの方では2014年からのパラトリエンナーレを振り返っていきたいなと思いますので、ちょっと私の方から、プレゼンテーションをさせていただきたいと思います。はい、まずですね横浜パラトリエンナーレなんですけれども、もともとはですね横浜ランデブープロジェクトというプロジェクトから始まっています。2009年にゾウの花テラスができた時から障害者施設にアーティストを派遣してものづくりの実験をするということをしています。で2011年に私がちょうど2010年に病気をして障害を負って社会復帰をした私が2011年に合流しましてスローレーベルというブランドを立ち上げて、そして2014年に横浜パラトリエンナーレというふうに発展してきました。ちょうど2014年が本当に転機となった年とも言えまして、そのスローレーベルという活動体を NPO 法人化しまして、でさらにパラトリエンナーレ立ち上げとともに文化観光局さんだけではなくて健康福祉局の皆さんと一緒にも連携していこうということで両局と歩みを進めてまいりました。で横浜パラトリエンナーレのビジョンなんですけれども、もしお時間ありましたら後で2階の方にドキュメント展示があるのでそちらもぜひご覧いただきたいんですけれども、アートの力で多様な人々の出会いと共同の機会を創出し、誰もが居場所と役割を実感できる地域社会の実現に貢献しますということで主に5つの目標を掲げてまいりました。見たことのないアートを横浜から世界へ発信すること、それから一流の伴走者アカンパニストを育てること、そして障害の有無を超え誰もが参加できるフェスティバルを作ること、社会の障壁を取り除くためのアクションを生み出すこと、そして既成概念を打ち破り新しい未来を創造するというそういったビジョンを掲げながら作ったフェスティバルです。でこれが簡単な年表なんですけれども、2014年に始まりまして2017年20年と、3回6カ年ですね、6カ年計画でプロジェクトを進めてきたんですけれども、当初からオリンピック・パラリンピックが2020年に開催される予定でしたので、その文化プログラムとしての位置づけということも意識しながら、2020年までの3回の開催を通じて
社会を変えていこうっていうそういう発展振興型プロジェクトとして作り上げてきたものです。3年に一度お祭りやイベントを打つということが目的なのではなくて、それを作り上げるプロセスの中でいかに人を巻き込んで社会にいっぱいある見えない課題を掘り起こして、そしてクリエイティブに解決していけるかっていうそういうことにチャレンジした取り組みでした。で2021年以降はですねパラではなくて、障害者が当たり前に横取りで活躍しているような社会になったらいいよねみたいなことをですね、当初話し合いながら作り上げたものです。で、2014年フェスティバルを立ち上げまして、この頃もですねどういう形で初めにパラトリエンナーレで障害者とアートをやろうと言いながらも、どういうことをしたらいいのかとすごく迷いながらのスタートだったんですけど、最終的には横浜ランデブープロジェクトでやってきた、障害のある方たちと、多様な分野のプロフェッショナルが、コラボレーションすることによって新しい表現を生み出すっていう、そこに着目しまして、アートになってもそれをやっていこうということで2014年立ち上げました。で2014年は8月から9月までをコア期間に設定し、象の花テラスの中で開催をしました。ファーストコンタクト初めてに出会える場所というテーマでエキシビションパフォーマンスプロジェクトという3部門で構成しまして、パラトリエンナーレのビジョンをショーケースとしてお見せするということをしました。展示作品から本当にパフォーマンスまでかなりいろいろな種類の、そしていろいろなジャンルのクリエイターに関わっていただくことができました。で来場者数も10万人を超える来場者の方に参加して来場していただき、プログラム参加者数も2000人を超える参加者数でした。でただですねすごく国内外から注目を集めたフェスティバルではあったんですけれども、実際に実践している自分たちとしてはすごくアクセシビリティの課題っていうのを思い知らされる初回だったんですね。障害のある方でもない方でも誰でも参加できるワークショップやプログラムをたくさん用意したんですけれども、障害のある方たちがなかなか参加してくれないという課題にぶつかりました。で障害者アートというといろんなアールブリュットと言われるような、美術の分野ってすごく盛んなので、そういったことはよく聞くんだけれども、例えばパフォーミングアーツのように体を使って実際に生身の人間がそこに出ていって見せるっていうものになった途端に、障害のある方ってなかなかやりたがらないのかなとか、だからなんで参加者集まんないんだろうっていうことを不思議に思いまして、当初から参加してくださっていたサーカスアーティストの金井圭介さんと、アウトリーチという形で障害者施設にプログラムを届けに行くっていうことをしたりしました。でそうしたところですね、本当に多様な方がですね楽しそうに参加してくださって、みんなこんなに体を動かすこと、表現することが好きなんだな、じゃあいついつ象の花テラスでワークショップやるから来てくださいねって言った途端に来ないっていうことがたびたび起こりまして、でそれはどういうことなのかっていうと、やっぱりですね物理的、精神的、情報などさまざまなバリアがそこに存在していたってことなんですね。でもともとせっかく横浜から紹介するフェスティバルなので、質の高いアート作品を発表したいっていうふうに考えてスタートしたんですけれども、そもそもですね障害のある参加者が集まらないことにはクリエーションのスタートも切れないっていうことで、まずスタート地点にも立ててないんだってことにかなり愕然としまして、でこれはですねまずはその障害のある方たちが参加できるような環境を作るところから始めなくてはいけないなっていうふうに思った、そんな2014年でした。でまた同時にですねこれ何を表しているかというと、障害のある方たちっていうのはいかに日常における選択肢が少ないかっていうことの表れでもあると思うんですね。障害のない、健常者と言われる方はスポーツするにしても、趣味で野球をやるとか、趣味でテニスをやるとか、フィットネスクラブに通うとか、水泳やるとか、いろんな選択肢の中で自分のレベルや趣味に応じて参加することができるんですけど、障害のある方になった途端に急にパラリンピアンになるか何もしないかとか、アールブリュットとして活動するか何もしないかみたいな、すごくその活動の選択肢が少ない、それこそが社会の問題課題なのかなっていうことに気づいた、そういう2014年でもありました。で翌年から私たちスローレーベルの方でスロームーブメントというプロジェクト体を立ち上げまして、人と技術の開発を通じた環境整備に乗り
乗り出します。でその中で主に作り出してきたスペシャリストたちというのがここに赤い文字で書かれているアクセスコーディネーターとアカンパニストというスペシャリストたちです。この人たちは何をする人たちかというと、障害のある方たちが安心してプログラムに参加するための環境を整える、そういったスペシャリストたちで、アクセスコーディネーターは主に看護の資格を持ってたり福祉の知識のある方が多いです。でアカンパニストは日頃自身もダンサーとか役者として舞台に立っていたりコミュニティダンスのファシリテーターをやっているようなメンバーが多いです。アカンパニストは伴走者という意味なので、プログラムの中で一緒に障害のある人たちと体を動かす、そういったメンバーです。でこれどういうことかと言いますと、表現者として舞台に立ちたいと願う誰もが障害を理由に諦めなくて済む、そういった環境を作りたいなという、そういうことです。でこれを2015年から始めてきたところ、翌年からですね、さまざまなことができるようになってきまして、まず私たちのチームの一つの大きな成果としては、パラリンピックのリオ大会閉会式の旗引き継ぎ式の方で、私がステージアドバイザーとしてメンバーに加わって、アクセスコーディネーターやカンパニストを4名ずつリオに連れて行って、障害のあるパフォーマーたちの見えないところでサポートをしてきたということや、世界的にも活躍してます森山海二さんという演出家の方を招いてハイレベルな作品を作ったり、あとはロンドンのパラリンピックの大会の時に空中芸のチーフエアリアルトレーナーをしていたティナさんという方を日本に招いて、日本ではまだない空中芸を教えられる人材を日本で育てるみたいなことに取り組んだりとか、あとは厚生労働省の障害者の芸術活動支援モデル事業の方も取らせていただきまして、で神奈川県内の障害者施設のリサーチや連携ネットワーク作りっていうことをやらせていただきました。また国際交流基金のアジアセンターの女性事業の方も申請しまして、アジアの障害とアートのリサーチというのをキュレーターの南波幸子さんと、あとパフォーマンスの2014年のディレクターをしてくださった田中美智子さんと一緒にタイ、カンボジア、シンガポール、インドネシアという国々のリサーチに行ってきました。でそういった経験を踏まえて2017年なんですけど、17年はセンス・オブ・ワンネス溶け合うところというテーマに、ゾウの花テラスから飛び出してゾウの花パーク全体を使って、そのパーク全体を不思議の森に見立てて多彩なプログラムをインストールして、障害のある人とない人が溶け合うような、そんな世界観を表現するということをに挑戦しました。でこの時の来場者数が12万人で、ここからプログラム参加者数が一気に増えてるんですけど、1万2000人、約1万3000人ですね、1万3000人の方にプログラムに参加していただくことができました。で17年のパラトリエンナーレの成果と課題があるんですけど、一つは2017年は横浜市内の施設との連携強化ということに取り組みまして、先ほど1万3000人の方が参加してくださったというように、とにかく巻き込みまくってですね、このホワイトスケーパーだったりいろんな作品を使いながら市内の障害者施設を巻き込むっていうことを力入れてやってきました。それからそういったアクセスコーディネーターやカンパニストという専門家が仲間に加わったことによって、より多様な障害のある参加者、例えば重度でなかなか家から出ること、施設から出ることが難しいような障害のある方にも安心してゾウの花テラスまで来ていただいてプログラムに参加していただくっていうようなことができるようになったり、ハイレベルな大規模の野外作品を作り、またアジアの競争も実現し、あとですねこれまで14年にはやれなかった情報保障といいますか、見えない人聞こえない人への情報保障として、遠隔字幕とかそういったさまざまな技術を学んで導入するということをができました。で一方で課題としてはやっぱり継続年の資金確保っていうものにすごく苦労したなっていうことと、あとやっぱり持続可能な運営体制とプログラムの開発ということでかなりたくさんの人を巻き込んでダイナミックに展開はしてきたんですけれども、その分すごくですね見えないところでいろんなスタッフたちの負担は増えたなということで、このままじゃこの形では無理しながら続けていけないよね、じゃあどうしたらみんなで健康的に続けていけるかなみたいなことを真剣に考え始めたのもこの頃かなと思います。でまた同時にアフター2020ですね、2020の後どうしていくっていうことも具体的に話し始めたのがこの頃からになります。
でその2020年以降ということも、こう見据えまして、いろいろなことをやってきたわけなんですけれども、一つは2017年までにかなりアクセシビリティのノウハウっていうものが私たち身についてきたので、それを一人でも多くの方、市民の方に共有していこうということで、アクセスボランティア講座を開催したりとか、教材 DVD を作るというようなことをしてきました。でこれまでアクセスボランティアの参加者数が424名の方に参加していただいております。また障害のない人へのアプローチということで、これは内閣官房のプロジェクトを受託して実施しているものなんですけれども、2020年の後に障害のある方たちが地域の中で文化芸術活動やスポーツ活動を続けていこうと思ったときに、やっぱり障害のある方たちのためのプログラムが必要なわけではなく、その人たちのための場所が必要なわけではなくて、一般の障害のない人と言われる健常者と言われる人たちが使っている文化施設やスポーツ施設やお教室などが当たり前に使えるようになっている、一緒にそこで混ざり合って使うことができるっていうのが目指すべき姿ではないかなと。そうした時に、障害のある側の方たちも勇気を出して街に出て行ってもらわなきゃいけないけど、一方で受け皿になるような受け入れ先の施設の方たちにもさまざまな知識や自信を身につけてほしいなということで、アクセシビリティの私たちのノウハウをそういった横浜市内やまたはその全国の文化施設やスポーツ施設やいろんな教室を運営しているインストラクターの方などに体験していただくというような、そういう受け皿の開拓っていうことを実施してきました。あと今日の午前中はみなとみらい本町小学校の子どもたちが来てサミットをやったんですけれども、子どもたちとの連携、小学校や教育機関との連携というのも2018年頃から模索しながら続けてきております。そして2020年今年ですね、アワキュリオシティ好奇心解き放つ街へというテーマにリアルとオンライン融合型の新しいフェスティバルの形を追求してきました。先ほど田中局長のお話でもあったように当初はですね去年のうちには本当はたくさんの人を集めて展覧会をお見せしたりパフォーマンスをお見せしたりっていう形でのイベントを予定していたんですけれども、春先に新型コロナウイルスの影響が出てきまして、プログラムをですね一斉に書き直しを行って、で結果ですね、ここにありますパラトリテレビ、ブックプロジェクト、サーカスアニメーション、パラトリラボという4つのオンラインとリアルが融合したプログラムを柱に展開することに急遽方向転換してですね準備を進めてまいりました。でまだ開催中で17日にプレスツアーをして18日からこのコア期間と言われる期間が始まってますので正確な数字とかはまだ出てこないんですけれども、8月24日にキックオフしてからですねたくさんの方にご参加いただいております。ですでにその8月24日から走ってきているプロセスの中でもさまざまな成果や課題っていうものが見えてきてますので、こちらも少しご紹介したいんですけれども、成果としては、一つはやはりこのコロナ禍で障害のある方たちと一緒にこういった大規模なイベントが実施できたっていうことは一つの大きな成果と言えるのではないかと思います。それから新たな競争の形の創出ということでブックプロジェクトやサーカスアニメーションなど、今回プログラムを見ていただくと、これまでとは違ったリアルで本当だったらブックプロジェクトも本当は展覧会にしたかったんですよね。本当は障害者施設にアーティストを派遣して一緒に時間をかけて作品を作るってことがしたかったんですけど、アーティストを障害者施設に派遣することもできない中でどうしたら一緒に共同できるだろうかっていった結果作品を見てさらに別のアーティストやクリエイターがその作品からインスパイアされて応答する人としてまた作品をアウトプットするっていう、そういうキャッチボールのようなことをすることによって実際直接触れ合いはしないんだけれども作品を通じてコミュニケーションを試みるっていうことをして、でまたその成果を展覧会ではなくて本の中に収めるっていう、そういう形での新しい、本当にこれもコロナ禍における現代アートをアップデートした新たなチャレンジだったと思うんですけれども、そういった表現が
生まれたりですとか、サーカスアニメーションもですね一人一人撮影をしまして、でその撮影を合成して最後アニメーションに仕上げるっていうようなことにしていたりとかですね、全く新しいこれまでやったことないようなクリエーションというものにチャレンジしてます。また人材の活用としてはですねこれまでパフォーマンスにダンサーとして出てくれていた鹿野小沢君がパラトリテレビの編集ディレクターを務めるとか、パフォーマーとして出てた脳性麻痺の伊谷君が音楽を手掛けるとか、みんなですねいろんな仲間たちがですねこれまで関わってた能力とは違ったスキルを持って今回のパラトリを作り上げることに協力してくれてるんですね。そういういろんな人たちのいろんな人材の新たな活用みたいな、新たな能力の発揮みたいなポイントをですねたくさん作って作り上げてきた、本当に手作りフェスティバル、手作りプログラムでしたけど、それがいい形でいろんな人の居場所や活躍の場を作れたかなと思います。また新たな仲間の発掘としては、今回ナビゲーターに先ほども今日の進行を務めてくださっている中島涼子さん、車椅子のインフルエンサーの中島涼子さんはもうこのコロナ禍になって初めてこういうオンライン化をするっていうことで仲間に加わっていただいたメンバーなんですけど、中島さんにメンバーに加わっていただいたおかげで中島さんのフォロワーさんだったりファンの方だったり、これまでパラトリエンナーレ自体ではリーチすることのできなかったコミュニティにリーチすることができたなという、それも一つの成果です。また課題としては新しい生活様式におけるアクセシビリティということでこれは本当にやってみて気づいたことなんですけど、改めてそうだよなって思うのが、障害福祉の分野ってすごくやっぱりデジタルとは真逆の、本当に人と人が密に手を取り合うような、そういう働き方をする、そういう業界なんですよね。だからその中で私たち他の分野の人たちがリモートとかオンラインにって言った時にすぐに同じようにデジタルの波に乗れるかっていうとそうではない。やっぱその中で何ですかね、ただでさえ福祉作業所が、コロナの感染の影響から出勤日とか出所日を限定して、本来であれば月曜から金曜まで出てた人が月曜日や水曜日だけしか来なくていいですよみたいになった時にお家にいる時間が増えていて、でさらにお家に行って、他の健常者と言われる方ならお家で何かリモートで仕事をするとかリモートでイベントに参加するとかできるかもしれないんですけど、リモートに慣れてない方は家からも何もできなくてっていうと本当に社会に参加する機会を失ってしまう。これは本当に新しいアフターコロナの新たな社会課題になってくるんじゃないかなっていうようなところに、いち早くこのイベントをやったことで気づけた。でそこに対してここに出てるチラシなんかがそうなんですけど、すごく私たち丁寧に Zoom のつなぎ方とかオンラインの参加の仕方っていうのを、通常のアナウンスであればオンラインに参加してくださいだけでいいところをどうやってオンラインにつなぐかっていう、そのつなぎ方のところまで丁寧にフォローしたりチュートリアルしたりっていうことをしながら活動してきたという、それも一つの課題でもありますし一つの成果でもあるなというふうに思っています。またやっぱり依然として難しいのは、アートや障害分野に関心のない人にこういった活動を届けるっていうのがやっぱりまだまだ難しいなっていうふうに感じているところはありますので、ここは引き続き本当に多くの方のご協力をいただきたいところです。でも本当にですねコロナ禍で大変だったんですけど、さまざまな対策を講じてきました。今日もね検温とか消毒とか、それは他のイベントなどでもやってることだと思うんですけども、プログラムそのものも感染対策をした上でどういうやり方ができるだろうっていうことをすごくクリエイティブに取り組んできた今年のパラトリエンナーレだったなというふうに思っています。で少しレガシーについてもご紹介したいなと思います。これは2017年のパラトリで結成したハッピーザというカタルベ会さんという施設さんと一緒にやってた青木拓磨さんという合唱を音楽を作るアーティストとのコラボレーションのカタルベハッピーザなんですけど、このハッピーザなんかはパラトリが終わった2017年以降も象の花テラスだったりいろんなところで呼ばれてライブコンサートなどをして活躍しています。
あとこれは手話さんを見せたかったんですけど、この金井さんの隣で手話をしている方なんですけど、横浜には辰野会さんっていうすごく伝統のある手話サークルの方々がいらっしゃるんですけど、2017年からその手話サークルさんにご協力いただいてまして、いわゆる会議とか打ち合わせの手話とは違って、こういうアートの現場や特にこう体を動かすようなパフォーミングアーツの現場の手話って少し特殊なんですよね。一緒に動きながらやっていただかなきゃいけないっていうことですごく柔軟性を求められるんですけど、そういった辰野会さんから有志の方々がなごみの会っていう会を立ち上げてくださいまして、今そのなごみの会さんっていう方たちがこういったパフォーマンス、私たちのサーカスの現場などで動きながら手話をするっていうことに取り組んでくださっています。あとこちらミナペルホネンと江南福祉ホームの取り組みで刺繍のプロジェクトなんですけど、これは2階に現物があるのでぜひ帰りに見ていただきたいんですけれど、ミナペルホネンの歯切れを使って江南福祉ホームの人たちが刺繍をするプロジェクトです。でこちらはもう刺繍の腕がどんどん上がってまして、一つのアートピースのような作品になっているので、これをですねミナペルホネンさんのお店で販売していただいたりとか、あとミナの歯切れをですねセットにして販売するそのパッケージング作業みたいなものをお仕事としていただいたりっていう形で、実際のお仕事としてですねつながっていったケースのお話です。あとこちらはですね2017年にはフードプロジェクトがあって、フードのアーティストたちが市内の障害者施設とコラボレーションしていろんなフードのメニューを開発してるんですけど、そういったフードのプログラムもいまだにですね施設の営業運営しているカフェなどでメニューとして提供されたりして愛されています。あとやっぱりアーティストをですね障害者施設に、これ17年の時の写真なんですけど、派遣したことによって、施設の中の空気が変わったというか、やっぱりアートの力っていうものを福祉業界の方たちに改めて認識していただいて、そういったこのアート活動っていうのがより障害のある方たちの人生を豊かにするものだなっていうことを実感していただくことにつながったり、実際にアーティストの派遣は終わってるんですけど、今でもアーティストと個別に交流を続けていたり、あとはそのアーティストがいないところでも独自にアート活動を続けていこうっていうようなモチベーションの上がった職員さんや施設が増えています。あと実際に参加されたこれ山本さんっていう親子なんですけども、この14年から参加してくださってるんですけれども、こういった参加者の方が実体験のその体験談をいろんなところに呼ばれて話すっていうような機会も増えています。それからレガシーとしてはやはり先ほどご紹介したアクセスコーディネーターとアカンパニストっていうスペシャリストを私たち生み出してきたというのがすごく大きいかなと思います。でこれはどうしても何人になりましたかって人数をですねことあるごとに聞かれてしまうんですけど、私たち現場の人間の実感としてはこの6年かけて全く今まで世の中に存在しなかった役割を生み出して、その定義づけ、どこからどこまでがその人たちの仕事なんだろうとか、何がその人たちに対して向いてる、どういう人が向いてるんだろうとか、どこにその可能性のある人がいるんだろうっていう、そういうことをですね定義づけていくというか、トライアンドエラーでそれを作り上げていく、そんな6年だったように思います。で今私たちがすごくこのスペシャリストに対して感じていることっていうのが、この人たちどういう人かなっていうと、多様な人が参加するプロジェクトにおいて誰もが等しくコミュニケーションを取りながら安全に一つの目標に迎える環境を作る、そういうスペシャリストなんではないかと思っています。単に障害のある人をサポートする人ということではなくて、これからの社会多様性という中で障害のある人だけではなくて言葉の通じない人、いろんな人がいる中でどうやって対等にみんながコミュニケーションを取っていくかっていう、そこがすごく重要だと思うんですけれども、私たちの生み出したアカンパニストっていうのは何も障害に対するスペシャリストではなくて、そういう異なる価値観を持っている文化的背景さまざまな人がいる中で円滑なコミュニケーションを生み出す、そういうことのできるアカンパニストになっているんじゃないかなと思います。
でその中でもやっぱりアクセスコーディネーターに関してはやっぱりちょっと専門性が少し違うなと。私たち今サーカスなんかはすごくレベルの高いことをやってるので、レベルが高くなれば高くなるほどこのアクセスコーディネーターのレベルもすごく求められてくるので、最近ではやっぱり看護の資格を持ってる人、または理学療法の資格を持ってる人とか、そういう障害についての知識が非常に高い人に入ってもらってサーカスの活動はするようになってます。ただ一方でアートの絵を描くとかそういう簡単なワークショップであればそこまでのスキルは必要ないかなというふうに考えています。で一方でアカンパニストに関しては、ここに全人類アカンパニスト化計画って書いてるんですけど、これは今日の午前中子どもたちとやったサミットのタイトルでもあって、みんながアカンパニスト的な誰もが気持ちよくコミュニケーション取れるようなそういう空気づくりや環境づくりをするっていうそういうマインド、寛容なマインドを誰もが持てたら世界から戦争ってなくなるんじゃないみたいなことをアカンパニストは言っていて、だからこのアカンパニスト的なマインドっていうのを市民にどんどん広げていくことによって社会をもっと住みやすい場所にしていこうっていうそういうふうなビジョンを持ちながら今後アカンパニストっていうものを広めていきたいなというふうに考えています。で2014年立ち上げた時に障害者っていう言葉がなくなる社会を目指そうみたいなことを言って立ち上げたんですけど、当然福祉サービスなどを考える上で障害者っていう言葉そのものはなくならないかもしれないんですけれども、感覚の中では障害者っていうものがもはやなくなって、私たちパラトリエンナーレの世界においてはもはやなくなってきてるなっていうことが実感できています。14年にはそれこそ参加者集まらなくて金井さんと障害者施設に通っていたんですけど、17年には70人80人の方が応募してくださって一緒に野外で作品を作ることができた。19年にはその中の何人かのメンバーは一般企業の方にワークショップでサーカスを教えるっていうことができるようになってます。で2020年、これ最近なんですけど、もう最近になってくると本当に頼もしくてですね、誰が障害があるとかないとか関係なくて、もう一人一人の違いを生かしながらその個性を出し合って高いレベルの作品を作るっていうことができるようになってきてます。右上の写真は本当14年から参加しているふさき君って脳性麻痺の男の子なんですけど、本当に重度の心身障害だと思うんですけど、彼がですねこんなことできるようになるなんて誰が想像できたみたいなことをできるようになっちゃっています。でまたですね私たちの中でやっぱすごく大きな成果としてはもともと2014年サーカスの作品作りから始めまして、途中2018年からソーシャルサーカスっていう一つサーカスの中でも別分野の方に舵を切ったんですね。でこれどういうことかというと、アートサーカスっていうのは作品を作っていくっていうところが一つ目標になってるんですけど、ソーシャルサーカスは人を作っていくっていうところに目標があります。でサーカスのさまざまなエクササイズを使って人の心や体をどんどんポジティブに変えていって、で社会に送り出していく、そういう人材、そういう人づくりっていうのをサーカスを使ってやるっていうそういうものです。で私たちこのソーシャルサーカスの存在に2018年に気づきまして、これを世界でも牽引しているのがシルク・ドゥ・ソレイユというカンパニーなんですが、金井圭介さんと一緒にシルク・ドゥ・ソレイユを訪ねていきまして、このソーシャルサーカスのメソッドっていうのを私たちゼロから学び直してですね、日本の障害のある人たちや私たちの社会課題や文化に合うような形にプログラムを作り直して提供するっていうことをやってきています。で2019年には日本初のソーシャルサーカスカンパニースローサーカスプロジェクトというカンパニーを立ち上げました。でこれもやっぱり2020年で活動を終わりにさせたくないなと、ここまで14年からやってきてやっとここまで来たので、これをなんとか発展させていくっていうそういう気合とともにですね、ソーシャルサーカスカンパニーを立ち上げて今後の活動を広げていこうと思っているんですけど、その中にもパラトリエンナーレに参加したメンバーっていうのが多数在籍しています。現在30名ぐらいの障害あるなしミックスのそういうカンパニーになっています。
であとですね、2018年からは19年から月に1回ですね、サーカススクールというスクール活動をやってきてまして、横浜をはじめ東京の港区や、あとは静岡、京都、大阪というような全国で呼ばれてワークショップをするようになってきています。で実際2019年はリアルで月1でやってたんですけど、2020年ですね、残念ながらそのコロナの影響で2月ぐらいからサーカススクールが開けなくなってしまったんですね。で急遽6月ぐらいからですね、オンラインのサーカススクールの実験を始めまして、7月からオンラインサーカススクールというのを月に1回行っています。で実際に障害のある方たちにお家からZoomでつないでいただいて、ファシリテーターの金井さんなどの声がけのもと、物や道具を使ったり体を使ったりしながら、クリエイティビティ使ったりしながらサーカスの体験をお家でしていただくっていうことをしてるんですけど、こちらは先月今月来月と施設向けのプログラムもやってまして、施設さん単位でつないでいただくっていうのことにもチャレンジしています。で以上がざーっと私の方でまとめた14年からの軌跡なんですけど、最後に私の方のまとめをもう本当所感ですね、ご紹介したいんです。まず最初に立ち上げた当初はもう障害者アートっていうのがなんかそれもランデブープロジェクトでやったものづくりとは全く異なる世界業界だったんですよね。で右も左も分からなくて、もう本当走りながら手探りで続けてきたんですけど、それによって独自性の高い活動になったんじゃないかなと思います。であともう一つやっててすごく実感しているのが、とにかくやっぱり手間と時間がかかるんですよね。でそのための予算を確保することが非常に難しい。であと見えづらい部分にすごくその労力っていうのが大きくて、本当に事務局や制作スタッフなど、そういったメンバーへの負担が非常に大きかったなと思うので、たくさん無理をさせてしまったなとディレクターながら思っております。であとソーシャルサーカスとの出会いっていうのが非常に大きくて、やっぱこれによってですね、文化芸術のためのその作品作りという文脈だけではなくて、医療や福祉や教育っていったようなそういう他の分野に活動の場を広げていくっていうことができたんじゃないかなと。でも本当あと一歩でですね、持続可能な循環のある仕組みが出来上がりそうだなっていうところまで来ています。あともう一歩だなと思ってます。であとやっぱりこのパラトリエンナーレ単発のイベントではなくて、6カ年の継続的なプロジェクトとしてやらせていただいたので、これだけの成果を生み出すことができました。文化観光局、健康福祉局っていう2つのいつもはね全く違う部局だと思うんですけれども、そういった2つの局と共同できたっていうことがすごく大きかったなと。で今後も中長期的視野と横断的な座組の事業が増えるといいんじゃないかなっていうふうに思っています。であとこの間ですね、150本を超える講演をですね国内外で行ってきてまして、毎回その中でパラトリを紹介をしてきました。でそこでのオーディエンスの皆さんからの反応からしてもですね、やっぱり大体言われるさすが横浜ですねっていうことを言われるんですね。でやっぱり私このプログラム作るときに横浜でしかできないこと、横浜だからチャレンジすることっていうことをすごく意識しながら企画をしてきてるんですけど、本当にそういう横浜らしさっていう成果は残せたんじゃないかなと思っております。はい、以上ざーっと説明プレゼンテーションしてきましたが、以上が私からのプレゼンテーションになります。はい、ちょっと一瞬水を飲みます。さて続いてディスカッションのコーナーに参りたいと思います。後半のディスカッションのコーナーも私が回していきたいと思いますので、もう少しお付き合いいただければと思うんですけど、早速後半ディスカッションのゲストの方をお呼びしたいと思います。ピーちゃん、扉をクローゼットの扉をお願いします。シャ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 開けます。はい、お願いします。ようこそおかけください。
ゲストの方ご紹介していきたいと思います。まずお一人目、日清基礎研究所研究理事芸術文化プロジェクト室長吉本光弘さんです。よろしくお願いします。続きまして厚生労働省障害保健福祉部障害者芸術文化活動支援専門官大塚千恵さんです。よろしくお願いいたします。そして、横浜ランレブプロジェクト実行委員会実行委員長の江良隆二さんです。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。クローゼットの中でお待ちいただいてたと思います。ありがとうございます。一気になんかちょっと呼吸してたかどうかわかんないぐらいの勢いでプレゼンをさせていただいたんですけど、ちょっとここらでご感想などをいただきたいなと思うんですが、まず吉本さんからご感想いただいてもよろしいでしょうか。はい、クリスさんお疲れ様でした。40分のプレゼンだとまたコーディネートもそうなんですよ。大変だと思いますけど、脳みそがもうフル回転です。よろしくお願いしよろます。しくお願いします。クリスさんのいろんな活動はですね、私も時によりっていうんですかね、ずっとこう拝見しながら来て、でさっきクリスさんのプレゼンを聞いてて、6年、その前も入れたらもっと長いと思いますけども、随分いろいろやってここまで来たなっていう、すごく感慨深く拝見してました。で感想ということなんですけども、ちょっとスライドを用意しましたので、それをご覧いただきながらお話をさせていただきたいと思います。このパラトリエンナーレのやってることが何かっていうのはなかなか定義しにくいんですけども、私はそのアートから始まる共生社会に向けた動きだというふうに思っています。これはアートによるではなくてアートから始まるっていうこれぐらいの感じだと思うんですね。で今障害者とアートへの関心がとっても高まってるんですけども、そのきっかけいろいろあるんですが、やっぱりここから始めたいなと思うのがオリンピックのことです。ロンドン2020年ではですね、いわゆるカルチャルオリンピアード、文化オリンピアードというのがですね、かつてない規模で行われたんですけども、その中で障害とアートということでですね、アンリミテッドっていうフェスティバルが行われました。これは障害者のアートのフェスティバルなんですけども、その左側に写っている女性、これスー・オースティンさんという方なんですが、車椅子でパフォーマンスを行うアーティストなんですけども、彼女は水中のパフォーマンスに挑戦したんですね。車椅子で水中に入るって考えただけで分かると思いますけど、大変危険な行為なんですが、彼女はそれに挑戦することによって、障害があっても表現することに無限の可能性がある、つまりアンリミテッドですよねということを表現しました。でロンドンオリンピックが終わった後、翌年彼女はですね、今度車椅子にパラグライダーをつけて、空中のパフォーマンスにも挑戦して、それも成功したと言われています。で彼女の究極の目標はどこで、パフォーマンスを行うことか、実は宇宙なんですね。ロンドンの大会が終わった後、もう NASA と交渉をしているという話も聞きました。ですので障害があっても、パラリンピックはそのアスリート、障害のあるアスリートが身体の限界に挑戦するわけですけども、アーティストもそういう表現の限界に挑戦するということをずっと続けています。でこのアンリミテッドはですね、オリンピックが終わった後もずっと続けられていまして、アーツ監修がですね、5、6億の予算を投じてずっと続けています。でちょっと写真が小さいんですけど、右側にあるのはですね、これ皆さん行かれたこともあるんじゃないかと思うんですけども、ロンドン島っていうところがありますが、そこにですね、学習障害を持っているポール・カニングさんっていう陶芸のアーティストがですね、陶器でこの真っ赤に見えているのはポピーなんですね。ケシの花を88万8246本作りました。これはいつ公開されたかというと、2011年の11月5日なんですけども、イギリスがその第一次世界大戦に大戦して100年した年なんですね。でイギリスにとっては第一次世界大戦というのはとっても重要な反省するべきことらしいんですけども、その時に障害のあるアーティストがそのことを何ていうんですかね、振り返る作品で、先ほど申し上げました88万8246本っていうのは第一次世界大戦で英国および英国領の戦死者の数だそうなんです。それを作品で捧げたという、そういうこともずっとやり続けていっています。でこのアンリミテッドがとっても有名なんですけども、実はもう一つですね、アクセンチュエイトという、障害のある障害をテーマにしたアートプロジェクトも行われました。これはイギリスのサウスイースト、南東の方なんですけども、
ストークマンデビルっていうところがありまして、そこを拠点にやったんですね。で実はストークマンデビルにある病院で、1948年に車椅子の患者がアーチェリーをやりました。それがパラリンピックの発祥と言われています。でも実は前回の東京大会が初めてパラリンピックという名前を使ったので、どっちが起源だっていうのは実はいろいろあるところなんですけども、そういうことも行われました。次お願いします。そしてもう一つはですね、やっぱりパラリンピックの開会式っていうのはとってもメッセージのあるものだったんですね。アンリミテッドの成果を披露する場所でもあったということで、これ写真小さいんですけども、みんな、障害のあるアーティストが空中パフォーマンス、これもサーカスカンパニーの協力を得て訓練して登場したということ、訓練して本番をやったということなんですけども、そういうことが行われました。そしてこのパラリンピックの開会式で私が一番印象に残っているのはスティーブン・ホーキング博士が出てきたことです。何年か前に亡くなられましたけども、重度の障害を持っておられて、世界的な宇宙物理学者で、ここに書いてあるのはですね、彼がそのパラリンピックの開会式で読んだメッセージなんですね。結構長いメッセージなんですけども、その中で一番私が好きなのはですね、この We are all different、誰一人同じ人はいませんっていうフレーズで始まる部分です。で彼は、その中でもですね、足元を見ないで星を見上げようみたいなことを言ってるわけですけど、障害があってもなくても人間にはクリエイティビティがある。でそのクリエイティビティがいろんなことに結実する。私は物理学者になりましたみたいなことを言ってるわけですが、そういうメッセージを読み上げました。でこの演出をした方はジェニー・シーレイさんという演出家の方で、ご自身も障害のある方なんですけども、彼女に話を聞く機会があったんですね。そうするとこのパラリンピックの開会式で何を訴えたかったかと尋ねたらですね、彼女自身も障害のある人なので「We are here」と、私たち障害のある人はここにいるということを訴えたかったと。で、ホーキング博士に出ていただいたのは、彼女曰く、もしホーキング博士がいなかったら私たちはブラックホールの存在を知らなかったかもしれない。つまり障害のある人も人類の歴史に貢献しているんだということを強く訴えたかったというふうに言ってました。こういう非常にメッセージの強いものっていうのを打ち出したのがロンドン大会の障害のある障害者とアートの取り組みでした。で次お願いします。で日本でもですね、東京大会1年延びましたけども、文化プログラムとかに言われてまして、招致の時にですね IOC に立候補ファイルというのを出すんですね。それで審査が行われるわけですけども、2013年に最終版提出しましたので、その時に立候補ファイルの文化プログラムのところには、東京はそのアンリミテッドの成果を継承しますということも約束をしています。ですので東京都は日比野勝彦さんがやるターンというのを実際始めてますし、それから鳥取県の平井知事の提唱でですね、知事連盟みたいなのもできていて、これをできてすぐ何都市だったかな、36の都道府県が加盟し、もう当然全国の都道府県が加盟してるんですね。こういう動き僕はちょっとどうかなと思うんですけど、それぐらい障害とアートというのは注目されるきっかけになってきました。でその後ですね、2017年に文化芸術振興基本法が文化芸術基本法というのに改正されます。その中に文化圏というとっても重要な部分があるんですけども、前の9法ではですね、国民がその居住する地域にかかわらず等しく文化芸術を鑑賞し参加し創造することができる環境整備を図らなければならないとなっていたところが、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況、または居住する地域にかかわらず等しく文化を鑑賞し創造する権利があるというふうに謳われました。そしてその翌年に障害者による文化芸術活動の推進に関する法律というのができました。基本法があるので、基本法の中に障害者が謳われているから、こんな別の法律はいらないんじゃないかとか、いろんな議論があったんですけども、翌年に基本計画ができました。で基本計画を作られたのが、実はこの隣にいる大塚さんなんですね。っていうふうに障害とアートというのは、このところすごく日本で注目をされています。でそんな中でパラトリエンナーレなんですけども、次のスライドお願いします。でパラトリエンナーレっていうのは、もし違ってたらクリスさんに言ってほしいんですけども、私は決して障害者アートの活動をやっていることではないと
いうふうに思っています。だからむしろそれよりももっと大きなビジョン、だから障害者という言葉がなくなってほしいっていうのがミッションですから、それ障害者アートではなくなるわけですよね。それをやってるっていうのが一つ目の大きな成果ではないかというふうに思います。それから障害者アート、日本で障害者アートっていうとどうしても美術系のものが多いんですね。アールビルとかエーブルアートとかアウトサイダーアートとか、いろいろそういう名前がついていますけども、その中で舞台芸術系のものを取り上げていると。で舞台芸術系の障害者とアートの取り組みがなかなか難しかったってクリスさんの話ありましたけども、やっぱり体を動かすのは大変だし、美術なら障害を持った方が描いたものをどっかに持ってって展示できるわけですけど、障害のある人が体を動かして見せるとなるとそんな簡単なことではないと思うんですよね。だからいろんなハードルがあることにチャレンジをしてそれを形にしてきているというところがあります。それと私は個人的にはやっぱりこれが横浜市の創造都市政策というものが源流にあって生まれてきたというところがとっても大きいと思います。象の花テラスでランデブープロジェクトというのが始まってですね、確かあの時横浜高島屋とかにね商品出してもあっという間に売り切れちゃって、で障害のある方はなかなかすぐ作れないっていう、そんなこともあったと思いますけども、創造都市というのは文化芸術の創造性をいろんな領域に結びつけて活力を与えていくということなんですけど、なかなかその横浜市で創造都市政策を推進するときにですね、他の政策領域と結びつけるというのは非常に難しかったんですね。でも健康福祉ともがっぷり四つによる成果となってできてきているというのはやっぱりこのパラトリエンナーレがあってのことではないかというふうに思います。そして今日は局長、健康福祉局の、田中局長が最初ご挨拶されましたけど、大抵偉い人が挨拶するとこの後田中局長は公務があって失礼いたしますっていうのが普通なんですけど、今日いらっしゃるんですよね。その公務があって失礼いたしますって私とっても嫌いなんですけど、今日いらっしゃる。で終わった後に文化観光局長の神武さんがご挨拶いただくことになってるんですけど、大抵そういう場合はですね、終わりかけた頃に来るんですよ。終わりかけた頃に来て全然聞いてもいないのに全部聞いたような話をするんですね。でも今日いらっしゃいます。こんなふうにがっぷり四つに組んでるっていうですね、創造都市政策の延長線上にあると思うんですけども、それが実現しているのもパラトリエンナーレあってのことだと思います。それとパラトリエンナーレというネーミングがやっぱりすごくアイデアだと思うんですね。トリエンナーレ、今年は横浜市はコロナの中でもやられましたけども、トリエンナーレっていうのはその芸術作品ではあるんですが、ある種のソーシャルイシュー、社会的な課題に対してアーティストがメッセージを出すというのがとっても大きな意味合いになっています。でそれとパラリンピック、パラがくっついたことによって、ある種その現代社会における価値観の変容を促す、それはトリエンナーレにもそういう目的があると思うんですけども、パラトリエンナーレにもまさしく先ほどのクリスさんのミッションを聞くとですね、そういう動きなんだというふうに思います。で今年はその横浜トリエンナーレはですね、まさしくコロナを予言していたようなテーマで、ラクスメディアコレクティブが終わった後のメッセージ、世界は変わり誰もが大切な存在になったっていうことを言ってますよね。これってパラトリエンナーレと同じだと思うんですよね。だからそういうところでも通じてるし、であともう一つ大きいのはサーカスアートと出会ったっていうところだと僕は思います。その話を後半でもちょっとしたいと思うんですけども、今日のこのしつらいもそうですけど、サーカスっていうとちょっと曲芸とかショーっていう意味合いがあったんですがに取られがちだと思うんですけど、とにかくとっても楽しいんですよね。映像作品も見てもとっても楽しいし、今日のしつらいもそうだし、僕なんかもクローゼットから出るっていうのは初めての経験だったりするんですけど、それがやっぱりとっても成果としてあるんじゃないかというふうに思います。そして展望ということで書かせてもらったのは、これクリスさんの話とも重なると思うんですけども、パラトリエンナーレのレガシーっていうのはやっぱりヒューマンレガシーだと思うんですね。アカンパニスト、アクセスコーディネーター等々言いますけど、例えば今日の午前中横浜の小学校の子どもたちがそのアカンパニストに僕もなれますみたいな話してて、そういう人々が育ってくる、それがちゃんと根付いていくっていうのがレガシーだと思いますし、それをどう継承していくのかっていうのがこれからの大きな課題じゃないかと思います。2020年以降はですね、もうこのパラトリエンナーレの9年間の取り組みをさらに定着させて広げていくために、私が重要なのはやっぱり拠点作りだと思うんですね。で今度横浜市オペラ劇場も作られるようですけど、
サーカス劇場の方が良かったんじゃないかなって僕ちょっと思うぐらいで、ここですよ、ここサーカス劇場ぴったしですよ。だからここを年に1回サーカス劇場にして、そこパラトリエンナーレやる。でその他に日々クリさんとかその仲間たちが活動できるスタジオなり稽古場なり、そういう拠点を作るっていうのはとっても重要だと思います。そしてちょっと長くなって申し訳ないんですけど、それをですねぜひ横浜発で国内外に広げてほしいと思うんですね。オリンピックとパラリンピックっていうのがあって、最近特にその2つの、同時開催っていうのがすごく重要になってきています。でトリエンナーレって呼ばれるものが世界中にいくつあるか、もう100や200じゃないと思います。でもそこでこのパラトリエンナーレと称するものが開かれているっていうのは横浜しかないと思います。だからオリンピックの時にパラリンピックが開催されるようになったのと同じように、トリエンナーレの時にパラトリエンナーレが開催される、それ障害を切り分けることの是非っていうのはあると思うんですけど、そういうムーブメントを横浜市からぜひ世界に発信してほしいと思うんですよね。でこれは私の個人的な印象なんですけど、横浜市はいいことやってもなんか宣伝が下手なんですよね。で宣伝が下手なんですけど、もっととにかく自慢していいと思うんですよ。これはもう素晴らしい、世界でもどこにもない動きですから。でそれを自慢することによって他から褒められると、横浜市としてもすごいことやってんだなってまた自覚が芽生えて、また先に行けるっていう、なんかそうなるんじゃないかと思うので、ぜひそうやってほしいと思うんですね。でオペラ劇場今度できますよね。そこでパラオペラを僕やってほしいと思うんです。さっき話したジェニー・シーレイさんにイギリスの、障害者のパフォーミングアーツの歴史をインタビューした時にですね、イギリスでもナショナルシアターのステージに障害者が上がるっていうのでとにかく大変だったそうです。で今日本の国立劇場で障害者が舞台に上がってるか、それ僕知らないんですけど、それが実現するだけでも相当インパクト変わると思うんですよね。だから横浜のオペラ劇場できました。もちろん素晴らしいオペラバレエやります。でも障害者の出るオペラバレエ、同じイギリスの話で恐縮ですけども、ストリートワイズオペラというですね、ストリートワイズオペラっていうのは、だから街にいる人たち、ホームレスですね、先生さん。ホームレスが舞台に上がるオペラを作ったりして、社会に大きな衝撃を与えたりしてるんですけど、そういうシンボリックなものをですね、ぜひぜひやってほしいなというふうに思います。でちょっと話が長かったので下の方に書いてあるのはもうちょっと飛ばしますけども、アートと何かを掛け合わせるっていうのが創造都市政策で、これからはですね障害者福祉と何かを掛け合わせる、障害者福祉の政策としても横浜市はぜひぜひ先にですね全国を先んじて進んでいってほしいなというふうに思います。すみません、感想が長くなりましたけど。ありがとうございます。なんか私の言いたいこともすべて整理して言っていただいた感じがしてありがとうございます。じゃあ大塚さんよろしいですか。感想。はい、感想。はい、すいません。まずはちょっと遅ればせながらですけれども、第3回の横浜パラトリエンナーレの開催、本当におめでとうございます。2014年の第1回の、その前の段階から準備段階からすると本当先ほど伺ってましたけど10年間かけられて、段階的にというか発展的にすごいいろんなチャレンジをされてきて、ちょっと私個人のまず感想ですけれども、そのチャレンジをされていく中でもう関係されている方たちが人がもうどんどん成長するっていうでなんかそういう姿をさっきちょっとプレゼンを聞いて思いまして、やっぱり人が成長できるっていうことってなんかすごく希望を感じるなというか、人間って捨てたものじゃないなというか、そういうふうに思わせてもらえるようなプロジェクトだったなと、改めてちょっと思ったので個人的な感想でしたけれども、であとはまずどうしても大きなパフォーマンスをされたりとかいろんな取り組みをされていると、エンターテインメントの要素というか、イベント的な印象というのがすごく強いんですけれども、やっぱりこの横浜パラトリエンナーレというのはそういうイベントっていうことで済ませられないというか、そういうものだったように思っています。で特に
障害のある方たちの、文化芸術活動というのを支える仕組みというか、そういった、仕掛けを必ず生み出しながら、作られてきているっていうところが非常に特徴的というか、そこは企画の段階から狙ってらっしゃったりとか仕込んでらっしゃったりっていうこともあると思うんですけれども、やっぱり予期せぬものにぶち当たりながらというか、なんていうんですかね、パラトリをやられるっていうことによってあぶり出されてきた課題だとかニーズっていうのをもうしっかり捉えて、そこに対して仕組みを作っていくというプロセスをどんどん発展させてこられてるっていうところは一つ一回きりで行うイベントとかではできない魅力だったんじゃないかなというふうに印象に思いました。でそういった意味で考えてみると、なんか一つこのパラトリっていうのは、ある種の一種のなんていうんですかね、障害のある人の文化芸術活動の現状というか取り巻く、環境だとか現状とかを把握するための、一種のリサーチ的な役割もすごく果たしていたんじゃないのかなと。そこで明らかにしてもらうことによってこちらも課題に気づけるとか、全く予期してなかったことを知ることができる、要素になっていたんじゃないかなというふうなことも思いました。それで、あとは何て言うんでしょうか、やられている取り組みの中で出てきた、情報提供の仕方だったりとか、あと、人材の育成のお話ですね。アカンパニスト、アクセスコーディネーターっていうのを必要ではないかといって作っていくとか、あるいは地域においていろんな人と多分野の人とも一緒にネットワークを作っていって盛り上げていこう、こういったような取り組みっていうのは実は横浜ならではのことでもありつつも、実は全国でもその課題っていうのは非常に認識されてるんじゃないのかなっていうのを、厚生労働省の事業を通じて私も現場の声から聞いているところなんです。で厚生労働省の事業というのがちょっと文化庁さんの方の事業とは少し違っているところがありまして、個別のプロジェクトを民間のプロジェクトとかを補助する補助事業というのは厚生労働省ではなかなかやっていないんですけれども、各、全国の都道府県の、所管部局等々と連携をとって、全国に障害のある方たちの、文化芸術活動をサポートする支援センターを、設置していこうというような事業とかをやっております。そういった意味では、ちょっと横浜市さんとはなかなか連携がしづらいということはあるんですけれども、神奈川県の方にも今支援センターを設置していただいて、その事業を厚労省事業として一緒にやっていただいているんですが、そこの支援センターの方から聞こえてくる障害のある人たちの現場を取り巻く課題やニーズの中に、やはりそういった、情報の提供の仕方だったり、ご本人にどう情報を届ければよいのか、あるいはどういった、人材が障害のある人たちの文化芸術活動を、推進していくのに必要なのかといったことがとても大きな課題として上がっています。でそういった課題をパラトリの中でも感じられたと思うんですが、それをもうどう、取り組んでいったらいいのかっていう、参考になるような、モデルをこのパラトリでは提示していただけてたかなというふうに、認識いたしました。であとちょっとすごく地味な話にはなるんですが、実は厚生労働省の方で今年一つ大きな規模の全国調査というのをやってまして、で実はその実施のやっていただいているのが隣にいらっしゃる吉本さんのたちとですね、日清基礎研究所の皆さんに実施していただいておりまして、かなりの大規模な調査だったんですけれども、やっと3分の2ぐらいが終わったかなというところなんですが、その調査をちょうど3分の2ぐらいしかまだ終わってないとはいえ、そこと照らし合わせてちょっと今回のこのパラトリっていうのを見れないかなと思ってちょっと考えてみたんですけれども、その調査においてはちょっとここで全部を紹介できるほど時間の制限もありますのでかなり
一部のお話をするんですけれども、かなり興味深い発見がものすごくたくさんあってですね、これはぜひ日赤基礎研究所さんの方には年度末に報告書等々でまた大きく公表していただきたいなと思っているんですけれども、その調査の一つとしてアンケート調査というのをやりまして、でそのアンケートの対象で3つ対象者を想定しまして、3種類のアンケート調査をやりました。一つは障害のあるご本人に対象の調査で、もう一つが、障害のある方が利用されている事業所や福祉施設を対象とした調査で、3番目が、先ほどちょっとお伝えした都道府県に設置している支援センターを対象にした調査、この3つを、ほぼ同時にやりまして、でそれで、回答をいただいて集計が出たというようなところなんですけれども、その3つのアンケートで、同じ項目、同じ質問をしているのがいくつかありまして、でそれに対してその3者の立場の違いによって回答が異なっていたっていうところがあったんですね。でそこが非常に興味深かったんですけれども、その中でも、当事者の方に特徴的な回答であったところを少しご紹介したいと思います。一つはですね、当事者の方にご質問した中で、文化芸術活動をして実感している成果は何ですかという質問をしています。でその中に、それは3者に質問しているんですけれども、選択肢いくつかありまして、例えば、余暇活動が充実するとか生きがいになるといったような回答もあるんですが、当事者の方に特徴的な回答だったというか割合がすごく多かった、他の2社に比べて多かったものが、地域の人との交流や相互理解や関係が築けているという回答の割合が非常に当事者の方は多かった。であともう1点特徴的なところなんですけれども、当事者の方が今後受けたい支援や協力って何ですか、これに対して回答の割合が非常に多かったのが、文化芸術活動の専門家やプロのアーティストからの指導や助言が欲しいというところが他の2社よりも多かった。でもう1点、文化芸術活動を、障害のある方の文化芸術活動を推進するための課題は何ですか、いろいろ選択肢あったんですけれども、一番特徴的だったのが、なんと国、地方公共団体、ちょっと耳が痛いところですけれども、民間現場関係者の情報共有がされていない、それが課題だっていうふうに当事者の方の回答の率は多かった、他の2社よりも多かったと、そういうところが見えて取れて、やはりその当事者の方たちの回答、特徴的な回答を見てみると、ちょっとパラトリエンナーレを振り返ってみると、その地域の人たちとの交流や関係を築くこと、あるいはその、文化芸術活動の専門家やプロのアーティストが関わって指導や助言があるということ、あとは国、地方公共団体、民間、現場の関係者が情報共有をするということ、この3つが非常に、ちょっと乱暴かもしれませんけれども、パラトリエンナーレにもすごく共通している特徴だなというふうに感じました。でここもちょっと乱暴かもしれませんけれども、そういうふうに考えてみると、すごくパラトリエンナーレというのは当事者の側の視点で企画されて運営されている事業だったんじゃないのかなというふうな印象も受けました。もちろんもう当事者の方というか、障害のある方もない人も一緒にやってらっしゃるから自然とそうなるのは当たり前かもしれないんですけれども、改めてそういうふうな企画っていうのが本当に実現できるっていうことはなかなか難しい、簡単そうで難しいとは思うので、非常に素晴らしいなというふうに受け止めました。であともう一つ、この調査でですね、ヒアリング調査というのもやっと先週終わったところなんですが、本当に日赤基礎研究所の皆さんにも本当にお疲れ様でしたと言いたいんですけれども、
先ほどアンケートの調査結果を、集計した中間報告をですね、全国の都道府県と、支援センターに中間報告結果を聞いていただいて、それを踏まえて、現状と課題などをヒアリングしていくっていう作業を47対してやって、やっと先週終わったんですが、そこのヒアリング調査でちょっと出てきた、ご意見の中で圧倒的に、都道府県の方、行政の方ですねの声として圧倒的に多かったのが、文化の部局と、福祉の部局の連携が非常に難しいですと。でそれは本当にこの、障害のある方たちの文化芸術活動を推進するにあたってすごく大事なことっていうのは分かっているんだと。それは分かっているんだけれども非常に難しいと。で、おそらくそこには構造的な問題もありますでしょうし、人材の問題もありますでしょうし、行政の方たちのご苦労っていうのをそこですごく聞くことができて、私も本を考えていかなきゃいけないなと思っているんですが、そういった点を考えるとちょっとパラトリエナーレというのは、横浜市さんの方で文化の部局と福祉の部局が非常にしっかりと連携されて取り組まれてきている点というのは、ある種全国においてはもう理想的な形で、これは本当にいろんなところでやらなければいけないと思ってるし、声をかけたいとも思ってるんだけれどもできないって言われているのがもうすごく理想的にされていらっしゃるっていうところは本当に素晴らしいなと思いました。であとちょっとこれも余談になるんですけれども、実はその障害のある方たちの文化芸術活動を推進していこうというふうに思った時に、やはりその文化の部局と福祉の部局は大事ですけれども、それ以外の教育ですとか、あるいは医療だったりっていうそこの取り組みっていうのも国の方でも必要であるということで、文科省さんとかとも連携を取っていっているところなんですけれども、やはりそういう多分野というかその連携と、あとは障害のある方もさまざまな特性を持っていらっしゃる方がいらっしゃいますし、あと文化芸術のジャンルももう多岐にわたっていて、もういろんな人たちがいろんな形で関われる、実はすごく面白い分野でもあるというふうに思っています。で、中にそうですね、以前国の方でやった有識者会議というのがございまして、でこちらの中で3回ほどやったんですけれども、最後の最後に美術館の学芸員をされている有識者の方が一言おっしゃってくださったのが、この有識者会議ずっとやってきたんだけれども非常に楽しかったですと言っていただきました。それは自分が出る有識者会議というのはいつも文化関係者しかいないんですよと。ところが障害のある人の文化芸術活動を考えるっていう有識者会議に出ると、教育の方もその時は経済の方もいらっしゃったので、もう多分野の方と現場の方も当事者の方も行政もいれば民間の人もいてっていう、そういう場でいろんな意見が言える非常に楽しい有識者会議でしたというふうに言っていただきました。でそれをパラトリを見ていると本当にそれを感じたというか、その「Our Curiosity」じゃないですけれども、やっぱり人間が自分の知らない分野とか知らない人たちとかに出会っていくっていうのはやっぱり楽しいよねって思いたいなというか、で私もその有識者会議に最後にその言葉をいただいて、いやこれは障害のある人の文化芸術活動の推進を考えるんだけれども、障害ということをあるいは障害のある方を真ん中に置いて、すごく違う人たちが一緒に語り合える場を作ってくれる、そういうものになる分野だなということを思って、一方でですね、その障害のある人の文化芸術活動だけを考えるのはおかしいんじゃないかみたいな意見もあるんですが、実はそうではなく、それを考えることをみんなで考えることによっていろんな人たちが出会っていろんな人たちの考えを聞けるっていう機会を、もたらしてくれるすごくいい分野だなと思っています。で同じことをやっぱりこの、パラトリの授業を通じて感じたというところが感想です。すいません、長くなりました。ありがとうございます。そうですね、確かに今言われて気づきました。パラトリって障害ってことをテーマに真ん中に本当にいろんな人たちが混ぜこぜになってるんで、
それはなんか予想してなかったというか、結果的にそうなったみたいな感じだったんで、そうかもしれないです。はい、ありがとうございます。今の吉本さんと大塚さんのご専門からのいろいろなパラトリの分析とか評価をしていただいたんですけど、江良さん、それに対してコメントいただけますでしょうか。いくつかありますけども、最初にこのコロナを迎えてですね、もう皆さんチーム一丸となって取り組まれたことに本当にありがたく思います。ありがとうございました。大変な苦労だったと思います。それでですね、やっぱりある種荒波に乗り出してゴールの日まで船をつけなきゃいけないということからして、私の立場で何ができるかなって考えると、多分皆さんを信頼してとにかく待っていることだったと思うんですね。だからああだこうだあまり考えることはもちろんありましたけれども、皆さんの信頼をしてアウトプットをお待ちして、で判断するタイミングではやっぱり後押しをする、それに徹すればいいかなと思ってました。というのは2014年で課題を見出して17年でいくつかの具体的な方向を見出されたプロセス、そしてその後集大成として社会に何を使えるかっていうことをずっとやられてきている。だからその過去の集積があるんで、私はその信頼感も持てたし、必ず何かいいものが出てくるということを確信して、ずっとある種お待ちし続けてて、今日迎えられて本当に良かったなと思います。それで大切なのはこの活動ってプロセス重視ってよく言われます。だからこそこのコロナっていう何があるかわからない時、その中で乗り切る力が試されるので、皆さん本当に辛いことがいっぱいあったと思うんだけども、頑張っていただけた。それからこのパラトリテレビを見てですね、参加してくださっている方もおそらくどっかでお手伝い関わった方もいっぱいいると思うんですね。そういう意味で一つの集大成としてこの場ができたってことがとても素晴らしいことで、今までの全2回よりも増してより広がり感のあるですね、大きな成果を生み出したと私は思っています。それでしかも海外とのネットワークをね通して一緒に制作も海外と一緒にやってるということですよね。この辺は素晴らしかったなと思います。で何よりも僕素晴らしいなと思うのは、やっぱりアウトプットが必ず明るいものなんですよ。このパラトリエンナーレって明るさっていうのはですね、すごく大切なことだなと思っています。から2つ目にちょっとその明るさを支えているのはね、多分表現することの可能性、これって無限なので、苦しいものが来ても必ず何か表現する方があるんだってトライをされてるんじゃないか。やっぱりそれはアートの力だろうと思いますので、それをまた実感したと思っています。からあと2つあるんですが、1つはですね、ちょっと世界の中でSDGs ってありますよね。これは多分世界の共通の言語であって、ここで語られるキーワードは世界中の人が話し合えるテーマだと思います。その中で、環境の議論もありますけども、 EDI、イーコリティーズ、平等とダイバーシティ、多様性、そして愛、インクルージョン、包摂、この3つなんだけども、実は中心になるのは僕はダイバーシティ、多様性だと思うんですね。でこの多様性っていうテーマをもう本当に2014年からずっと取り組まれてきている。これがですね、大きな力になってきて、それができる横浜です。で横浜は SDGs の未来都市でもある。そういう意味からするとですね、大変重要なテーマに横浜っていう場で初めてできることかなと思います。このテーマ、特に多様性はこれからの未来を開くための重要なキーワードですから、これがみんなに浸透することが、障害の有無という言葉よりも多様性って言葉を主語にいこうっていうのがやっぱり重要で、実は私今文化芸術振興財団にいますけれども、横浜市さんのスコットランドとね横浜の関係の3年目に迎えてると思うんですね。で2年前にやったプロジェクトで、実は EDI をテーマにクリエイティブスコットランドということを議論を重ねてきています。やっぱりその時にもこのテーマってお互いに話ができるっていうのを改めて実感しています。で今年も今まさに始まっていろんな議論をスコットランドとやってるんですけど、昨日もちょっとコロナとアートのね関係みたいなことをやってましたんで、そのうちこれに近いテーマも出てくると思います。で感想として3つ目はですね、今日の午前中の小学校の皆さんとの子どもサミットでやってる時にね、アカンパニストっていうテーマがあったんですが、実は誰でもなれるんだよっていうところで、やっぱり聞いててキーになるのはやっぱり笑顔でいることとか、ここにもテーマにありますけど好奇心を持って街に出ること、これができるのがやっぱり横浜の可能性があると思います。で今日本当にみんな笑顔があったんですよね。で笑顔はいろんなバリアを解いてくるきっかけになる。
らそういう力をですね感じましたんで、多分レガシーの次の議論があると思いますと、レガシーに向かうスタートはもう今日の午前中から世代を超えて始まったんだなっていうことを実感しました。感想としては以上です。ありがとうございます。そうなんですよ。なんか2017年にすごい2014年すごい苦労して、で2017年まで頑張って2017年壮大なスケールのことをやってしまったので、ある程度の成果も出してしまって、今それを私たちは2020年モデルと言ってるんですけど、2017年に2020年モデルをお見せしてしまったので、このコロナ禍でそれをさらに超えられる2020年のパラトリを作れるかっていうのが、結構プレッシャーではあったんですけど、でもなんかこのセットが立ち上がって、この井上さんのインスタレーションやいろんな展示がこう全部セットされてこの場所に来て、でこうプレスツアーでいろんな人が集まってくださったその顔を見た時に、なんか2017年超える世界をなんかちょっと作ることができたなっていうふうになんか自分でも実感したっていうか、なんかこうニューノーマルな時代らしい新しいパラトリからの本当に次の一手、2023年モデルか2025年モデルのちょっと実験の様子をお見せすることができたなって自画自賛です。思いました。であとはちょっと私前半のプレゼンで少し言い忘れたなと思ったんですけど、障害者の参加者数っていうところで2014年から2017年爆発的に障害者数が伸びてるんですよね。で2017年から2020年って、参加者数もそうだし障害者数っていうのもそんなには伸びたようには14から17の伸びに比べたら変わらないよう、そんなにそこまで伸びてないっていうふうに感じるんですけど、もちろん一つはコロナによって参加者をたくさん集めるっていうことが難しかったっていうのもあるんですけど、もう一つはオンラインに切り替わったことによって、その参加してくれてる人が障害者なのか障害者じゃないのか分からなくなったっていうことがあって、なんかそれがなんか自分たちでも発見っていうか、障害のあるなしを超えたことをやっていこうって言ってなんかコロナになってなんとか苦し紛れに作ってきたこのオンラインのプログラムで気がついたらその障害の壁を越えていたみたいな、それは少し実感としてあります。ではちょっと後半あともう15分ぐらいなんですけれども、レガシーについてもちょっとお話をお伺いできればなと思って、私プレゼンの中でバーッといろんなレガシーについてご紹介したんですけど、吉本さんからまたレガシーについてちょっとコメントいただいてもよろしいでしょうか。ヒューマンレガシーっていう話をさせてもらったんですけど、その中で次につながるレガシーを考えると、やっぱりソーシャルサーカスっていうのが結構可能性があるというふうに思っています。でこれもスライド2枚だけ用意したのでちょっと見てもらいたいんですけど、サーカスアートと社会包摂ってここに書いてありますけども、サーカスっていうとさっきも言いましたけど、日本だとまだまだ曲芸を見せるショーみたいなところが強いんですけども、クリスさんの話にあったようにシルク・ドゥ・ソレイユが率先してですね、シルク・ドゥ・モンドっていう、あれはプロジェクトの名前と言えばいいんですかね、作ってそれをすごく推進しているんですね。で社会的に危険にさらされた青少年を対象にサーカスのワークショップをやるということで、そのことで自信や自尊心とか創造性を獲得しているというのはすごく効果があるというのが世界的に証明されています。それで僕ちょっとモントリオールに行く機会があったのでクリスさんにお願いして、そのシルク・ドゥ・ソレイユのソーシャルサーカスを推進しているエマニュエルさんという方に話を伺うことがありました。で今サーカス以外のアートの分野、ダンスでも演劇でも美術でもいいんですけども、そこと学校が結びつく、特に横浜は横浜文化芸術アート教育プラットフォームでしたっけをやってらっしゃると思うんですね。で他のアートと比べてサーカスアートの特徴は何ですかって聞いたらですね、もうなるほどと思うこといろいろ言われたんですよ。一つ目はエバリエイトリスクフィア、つまり恐怖やリスクを取るということを、超えていくことができると。どういうことかっていうと、サーカスって高いところでやりますよね。それもとっても恐怖なわけですよ。でもそれを乗り越えていくことができる。次にそのジャグリングとかあるいは綱渡りって最初からできる人いないんですよ。必ず落ちるんですよね。でも必ずできるようになる。だから失敗をしても乗り越えていくことができる。
それからサーカスってやっぱりいろいろこう制約があるんですよね、なんか表現をするときに。でもその制約がなる中でも自由な表現を求めていく。そしてその相手を信頼しないとできない。それは2人でやるジャグリングもそうだし、それから空中ブランコもそうだと思うんですけども、そういうことで社会的な責任を学んでいく。これはライフレッスンと全く同じだっていうことをおっしゃっていました。だからそのパラトリエンナーレが行ってきたことで、いろんな成果が出てますけども、これを次につなげる、しかも横浜らしいやり方としてつなげるときに、このソーシャルサーカスっていうのはすごく可能性があると思うんですね。教育、子どもたちとアートを結びつけるっていうことにおいて、横浜は全国の1000区を走ってますので、それに新たな要素を加える。だからクリスさんの活動でいろんな、サーカス関係の、金井圭介さんなんかね、トップだと思うんですけど、そういう方々がここに入っていく。でこのソーシャルサーカスならではのアクティビティをやるっていうことができるといいなというふうに思います。でこれ実は世界的に広がっていて、ちょっとマップがあるんですけど、これシルク・ドゥ・ソレイユが作ったマップなんですね。こんなにあるんですよ。で日本は1個だけポーンとあります。これどこだと思います？スローサーカスプロジェクトなんですよ。で横浜しかない。でこれを広げないわけにはいかないと思うんですね。だからそれをぜひレガシーとしてさらに発展してほしいなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。やっぱりね、ソーシャルサーカス、本当にソーシャルサーカスの出会いはやっぱりすごい大きかったなと。なんかこう出会ったきっかけは本当に14年からアートサーカスでやってサーカスアートとして作品作りやってきて、でこうみるみるうちに本当障害になる人たちが変わっていって、心も体も変化していって、なんでこんなに変わるんだろうって思って調べたらサーカスだったみたいなことでソーシャルサーカスに気づくことになったんですけど、本当になんかそこからなんかこうの私たちのこうその2020年以降の道が定まったみたいな、そんな感覚があったのでぜひとも続けていきたいなというふうに思っています。はい、大塚さん、レガシーについてよろしいですか？レガシーというか、まずは今後の展開ということで、せっかくこのパラトリエンナーレでいろんなサポートの仕組みをですね、立ち上げられたり作られてきたかと思うんですが、ぜひそれを横浜だけではなく県内あるいは全国にもぜひ展開していっていただくようなことに結びつけていただきたいなと。でそれは神奈川県の方に支援センターもありますので、ST スポット横浜さんがやってらっしゃるので、そういったところとも連携し合いながらぜひぜひ全国にもノウハウだとか経験を生かしていただきたいと思ってます。であとは、もう一方で、いろんな課題も出てきて、まだ最終的にこれからも取り組みが必要だということもいっぱいあると思うんですけれども、その課題を横浜というこの地域でどう取り組まれていくのかっていうのをすごく注目したいなと思っています。でそういう課題に取り組む、今後やっていくっていうことについて、どういうふうな形でやれるんだろうか、レガシーとも結びつけてどんなことがあるんだろうっていうふうにちょっと考えてみたところ、少しご参考になればと思っていますので、ちょっとお話しさせて、厚労省の取り組みとしてお話しさせていただきたいんですが、厚生労働省で、2001年からやっている障害者芸術文化祭という、事業がございます。でこれは各都道府県持ち回りで開催していただいているものなんですが、主催ということで厚労省も入っておりまして、であとずっと今年で本当は20回目だったんですが、ちょっと延期するということで来年になりますけれども、それやってるんですけれども、2017年からはですね、文化庁さんが行われている、国民文化祭と一緒に、一体的に開催ということで、最近になってやっと厚労省も、文化庁とかなり連携を始めたというところでは、横浜市の方がどんどん先にやってらっしゃったんですけれども、そういう形になっています。でその中で一体的に開催した2回目の年の大分県で、2018年に開催したんですが、実は大分県さんはその、開催他の県もそうやって準備されるんですが、その3年前から、準備段階から発展的にどんどん本番を迎えられて、すごくいろんな仕組みや取り組みというのを、県内に広められていったわけなんですが、せっかくそこを作ったものをやっぱり残していく、あるいはどういう形で
地域の中にそれを根付かせていかせることができるかという考えられた一つの方法として、まずはその支援センターを、文化の部局に設置するということをやっていただいたんですが、もう一点ですね、一つは県の方たち、あとは関係者の方たち一緒になって、障害のある方の、先ほどちょっと吉本さんの紹介にありましたが、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律というのが、2018年ちょうど同じ大分県のそのイベントと同じ年にできまして、でそれに基づいた計画策定っていうのをやってくださいました。でそれはやはり大分県でこういった取り組みをやったことをレガシーとして位置づけていくのに、その、県としての方向を今後踏まえた、そして法律に基づいた地方の計画を作ろうということで、関係者の方たちみんな集まられて、策定というプロセスを経られたわけなんですけれども、実はこういった計画作りなんですが、国も2018年中心にやりまして、でやっと、その計画作り終わったところではありつつも、今都道府県の方でも策定をどんどんやっていただきたい、あるいは、市町村でもやっていただきたいということで呼びかけているところなんですけれども、その中でどうしても都道府県の方への策定状況なんかは厚労省の方でも調べたりしているんですが、ちょっとやはり中核市ですとか政令市の方の策定っていうのに関してはちょっと私も把握がきちんとはできていないんですが、昨年度地域創造さんがやられた調査によると、政令市の20% が策定済みだというふうには回答はしているようです。ただその中でその計画というのをすでにある文化の計画を拡充させるような形で計画を策定されているところとかも含めてその数ですので、できればレガシーとしてこの障害のある人の文化芸術活動の推進に関する計画っていうのを第1号になるんじゃないかなと思うんですが、横浜市でぜひ策定などご検討いただけるとすごくいいレガシーになって、で、行政から地域の皆さんとの声を汲み取りながら今後なんていうんですか想像していける作り出していけるいい指針になるんじゃないかなというふうに考えたりしております。はい、ありがとうございます。だそうです局長だそうです。はい、検討していけるといいなと思います。はい、寺さん、レガシー今後の展開についてお願いします。レガシーですから、記録と記憶を残して積み重ねていくことだと思うんですね。そういう意味で実は記憶のところがすごく大切になってきて、それが万人がアクセスしてそこから記録を読み込みますから、記憶のところと今回やったこのテレビ使うってことは伝える側の伝えるプロフェッショナルが変わってくる。それからやっぱり質を高める努力をする。アート的なもんかもしれない。そういう形からすると実はこれから場所の議論、開かれた場所にこういう活動を見せていくときにやっぱりテレビっていうのはね、テレビはその後多分違う進化すると思いますけども、要は何が言いたいかというと情報格差をなくすってことですよね。いろんな格差がこれから出てくる中で、特にこの分野で情報格差をなくさないといけない。そういう時にやっぱり面白かったり明るかったり質が高かったり、そういう伝え方を記憶に残す形でやらないといけない。そういう意味では今回のトライはテレビっていうのは一つのトライだったなと思うんで、それも視野に置くことだし、じゃあ記憶に残す活動ってさっきのソーシャルサーカスの議論と非常にいいと思うんですよ。やっぱり年一度でもこの場所かどうかは分かんないけどどっかで起きる、横浜の風景の中で起きる、それがやっぱり起きてることが小屋の風景の中だけで伝わるのとどっかの街の中で伝わってるのは全然違ってて、季節感があったりその風土が醸し出すいろんなことがありますよね。だからある場所で記憶に残るものがやれたらばすごくそれは記憶に残って積み重なっていく。で積み重ねていることで今日午前中の小学生も何人かがこの記憶を抱いていってくれるわけですね。だからそういうことからすると街へ社会を広げるっていう時に記憶してもらう、
そういうことを考える、それも限られた場所じゃなくて、テレビを介してでもいいかもしれない。そういうあたりをですね、やっていくことが必要だと思います。ただこういう今日もどうしても理屈っこい難しい議論も入ってきちゃうんだけども、続けるために何が必要かって、多分最初の頃この映像の中で音楽流れてましたよね。そこで言ってたことって、のんびりでいいんだよ、遠回りでもいいんだよ、遅れても大丈夫なんだよっていうことですよね。だからやっぱりそういう気持ちを持ってやっていくときに必要なのは、長く続けてなきゃいけないから、分かりやすい志の部分とから記憶に残るアクション、この2つをうまく並行でやっていくこと。だからそういうためにはですね、僕はこの場所一つ大きな可能性を見出した場所かもしれないと思っています。ですからぜひそういうレガシーっていうことに重要なのは、やっぱり市民の皆さん、世界の人に伝えて記憶に残ってもらうこと、そこがすごく大切だと思いますので、そういう意味で非常に今日はいい会だったなと思っています。以上です。ありがとうございます。エラさん、パラトリテレビ伝えるプロ携わってないんですよ。実は全部自分たちでやったんですよ。それはそれですごくないですか？それがね、表現することのプロですよ、皆さん。それはもう本当に素晴らしいねこと。時間もなかったじゃないですか。だから本来であればあれだけの番組作るならプロを入れたかったんですけど、もうプロを入れる時間も予算もなく、もうね全部自分たちで台本書くところから撮影から編集から全部自分たちでやったんですよ。よくあそこまでできたなと自分でも思います。本当に素晴らしいと思います。みんなで拍手しなきゃいけない。そうなんですよ。本当に拍手なんですよ。本当はね、その編集をやってくれたのがカノケンっていう聴覚障害のあるダンサーで、いつも2017年の時にはパフォーマンスに出てくれたダンサーの彼が編集をしてくれて、でこのライブの3日間の時には彼がここで AD 役をしながら扉の開け閉めなどもやってくれる予定だったんですけど、職場にねちょっと感染者が出たということで今回泣く泣く彼はきっとオンラインで見てると思うんですけど、本当にみんなの力を出し合いながら作ったパラトリテレビで、でも本当にエラさんおっしゃっていただいた通りで残ったのでね、アーカイブで今回の生配信のプログラムも全部アーカイブで残るので、後からも何度も見直していただくことができるかなと思ってます。であと実はこのメインプログラムの中にウェブサイトとかには載ってないんですけど、実はドキュメンタリー映画も今作っていて、このソーシャルサーカスを私たち2014年からパラトリエンナーレでずっともう手探りでサーカスをやってきたのをその都度映像を回してたんですよ。でそれをせっかくだから全部編集してドキュメンタリー映画にして見てもらおうっていうことを考えていて、今ですねアニメの編集が終わったんで、次はドキュメンタリーの方の編集に入ります。で今年度中にですねそれ編集して、また来年度皆さんにご覧いただけるチャンスがあるんじゃないかなと思っております。はい、ということで時間がやってまいりまして、質疑応答の時間に移りたいと思うんですが、会場からそれからもしオンラインで質問が来ていたら受けたいなと思うんですが、何かご質問などありますでしょうか。オンラインとかいかがですか。オンラインもないですか。はい、皆様、素敵なお話ありがとうございました。オンラインの方からですね、質問というものではないかもしれないんですが、たくさんご意見活発に交わされております。ちょっとその中からいくつかご紹介してもよろしいですか。ありがとうございます。ですね、ちょっといくつかまとめてなんですが、たくさんいただいているご意見として、パラトリエンナーレといった取り組みによって当事者であったりとかマイノリティの立場にいる人が発信の機会を与えられたという実感が大きいという意見をいただいています。今後も横浜市だけじゃなくって全国規模で協賛とか活動を応援する取り組みができたらいいですねというご意見が一ついただいております。あとはですね、皆さんの声で、発信していくことの重要さというものが、意識されているようです。コップの中の嵐じゃダメだよねというコメントがとても印象的でした。
興味を持っていただくこと、発信していくことが大事で、今パラトリエンナーレっていう取り組みによって、ある意味マイノリティがスポットを浴びているんではないかと。そんな今だからこそ声を上げていって自分たちの存在とか考えていることを理解していってほしいっていうふうな、意見をいただいております。ちょっと非常に活発な議論が交わされているので全部を紹介することが難しいんですけれども、そういった意見紹介させていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。楽しみです。きっと皆さんあれですね、YouTube にいっぱいコメントを書き込んでくださってるんだと思うので、後でじっくりと拝見させていただきたいなと思います。コメントしてくださった皆さんありがとうございます。それでは残り5分でフロアの方からご質問などが、感想ご質問などないですか？なかったら振っちゃいます。田中局長に振っちゃいます。局長、ご感想お願いします。はい、いろいろご意見ありがとうございました。私局長になった時はですね、ちょうど2017年終わった後に局長になってですね、集大成を迎えるということで、本当に楽しみにしていたというのは先ほどご挨拶した通りなんですけれども、この後どうするんだろう、どうしていけばいいんだろうかっていうことはある意味ではいろいろ考えていくにあたってですね、ずっとこの3年間ここの山を越えた後、次はどこの山に向かっていくのかってことを考えながら取り組んできましたけれども、今日そういう意味ではいろいろなご示唆をいただいたなと思います。計画作りという宿題もいただきましたし、いろいろなことを考えていきながら、またこのレガシーをつなげていければというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。本当今日とても専門的なお立場から具体的ないろんな背景のリサーチ状況などの結果も含めてご意見いただいてすごく参考になりました。ありがとうございます。まさに本当に今年ね、集大成の年ではあるんですけれども、なんか気分的にはというか気持ち的にはなんかいよいよ出発みたいな、なんか船出の年みたいなところもあって、なんかここまでかけて一生懸命やってきて、やっとここからいけるぞみたいなムードがですね、チームの中には障害ある人もない人もありますので、ここからがいよいよ勝負だなと思いますので、ぜひ皆様には今後もパラトリエンナーレチームの活動を見守って応援していただければなと思っております。はい、じゃあ最後にコメントいただけますか。もう随分いろんなことをお話しさせていただいたんですけど、やっぱり横浜市にはこのパラトリエンナーレ、これ手放さないでほしいなと。スローレーベルもそうだし、象の花もそうだし、でも一番手放しちゃいけないのはクリスさんとクリスさんのチームの人たちだと思います。実はですね、2年ぐらい前だったかな、僕はある首都圏の都市のですね、文化政策の審議会の委員をやらせていただいたことがあるんですね。でそこは横浜市ほど大きくないんですけども、とても財政豊かなところで、ちょうど使われてないサーカスにぴったしの劇場がある。でクリスさんにちょっと売り込んでいいって言って売り込んだんですよ。っていうかクリスさんどうって聞いたら、いやなかなか大変、拠点もないしとか言うんで、残念ながらそれは売り込めなかったんですけど、だからこれね、早いもん勝ちなんです。本当に日本で1個しかやってないんだから。だから横浜市にはぜひ手放さずにずっと続けてほしいなと、それを最後に言いたいと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。手放さないようにお気をつけください。はい。ここも天井高いですし、6メーターのトラスぐらい簡単に立ちそうな場所なので、ここでサーカスができる日も近いんではないかと思います。はい。じゃあよろしいですかね。はい。それでは締めていきたいと思います。締めはもう一方の局長のご挨拶ですね。はい。お疲れ様です。皆様、登壇者の皆様、ありがとうございました。はい、
皆様ありがとうございましお疲れた。様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。素敵なねシンポジウムでしたね。ありがとうございます。ぜひね横浜市の皆様クリスさんを手放さないでください。はい。そうですねありがとうございます。はいぜひ。そしてですね、最後に。はい、横浜市文化観光局長の、神部博より、閉会の挨拶をさせていただきますので、またねクローゼットから登場していただきたいんですけれども、今回はね誰に開けていただこうかな。エラさん、吉本さん、ぜひ扉開けていただけませんか。はい、いいですか、開けてもらっても。では、神部博さんのご登場です。どうぞ。お願いします。イエーイ。おお。ありがとうございます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 。よろしいですか。ただいまご紹介いただきました文化観光局長の神部博と申します。本日は、ご来場いただいた皆さん、それから、オンラインでご覧いただいている皆さん、長時間にわたってありがとうございました。また、ご登壇いただいた皆さん、すいません、吉本さん、お尻向けちゃって本当にとても示唆に富むお話、ワクワクしながら聞いていました。本当にありがとうございます。それと今回、パラトリエンナーレをこういう形で実施に導いていただいた、総合ディレクターのクリスさんをはじめとして、チームの皆さん、本当にありがとうございます。冒頭田中局長からもお話がありましたけれども、今年はこのコロナ禍ということで、さまざまな文化芸術事業が中止、延期になっています。で、とりわけこのパラトリエンナーレは、障害のある方、ない方も含めてプロフェッショナルのアーティストと一緒に作り上げる参加型のフェスティバルということで、実施にあたってはなかなか通常の展示や講演よりもすごく難しい部分があったのではないかなというふうにも思っています。で、そうした中でこういったパラトリテレビだったりブックプロジェクトだったりこれまでにない新しい取り組みを編み出して、実現に結びつけていただいたクリスさん関係者の皆さん、本当にありがとうございます。まさにアートの力だと思いますし、クリエイティビティの表れなんじゃないかなというふうに思っています。で、2014年から始まりましたパラトリエンナーレ、我々文化観光局は健康福祉局と一緒にこの事業を一緒に走ってきたつもりでいます。で、その中で人と社会を巻き込みながら発展振興系のプロジェクトということで、私たちもすごく新しいそれぞれの場面で新しい気づきがありました。アカンパニストとかアクセスコーディネーターっていう言葉はこのパラトリがなかったら多分さっきね定義を作ったみたいにおっしゃられてました。そういう言葉も私たち気づきがなかったかもしれません。そうした気づきや先ほどコメントもいただきましたけども、成長を一緒に続けてきたのかなというふうに思っています。で、ひとまずこの2020年のパラトリエンナーレが集大成ということになりますけれども、クリスさん今出発点とおっしゃいましたけれども、やっぱりこれまで続けてきたこの取り組みで得られた成果、気づき、それから仲間、ネットワーク、それをこれからどうやってつなげていくかっていうのがやっぱり横浜市にとってもすごく大事なことだと思いますし、それは横浜にとってだけではなくて日本、さっき SDGs みたいなお話もありましたけれども、そういった世界の明日につながっていくのかなと思っています。今日ご登壇いただいた皆さん、本当に示唆に富むさまざまなご意見を伺ったと思っています。先ほど江良さんがおっしゃられた、明るさとか笑顔とか楽しさ、感動、やっぱりそれがアートの持っている力だと思いますし、そうした我々文化観光局としてはアートの力をいろんな方と一緒にまちづくり、より良い社会の実現に向けて取り組んでいければなというふうに思っています。最後になりますけれども、今日ご集まりの皆さん、それからパラトリエンナーレを支えていただいている皆さん、ご覧いただいている皆さん、参加していただいている皆さん、大勢の皆さんに感謝申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。神部局長ありがとうございました。それではこれでですねシンポジウムが終了になりますので、登壇者の皆様、ありがとうございました。
もう一度大きな拍手を大お願いしきな拍手をさせてます。はい、ありがとうございま皆様ありがとうございます。クローゼットの方からまたお戻りください。ありがとうございました。ありがとうございまはい、クリスさんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。クリスよしを手放さないでくださいね、皆さん。いやー、行っちゃった。ありがとう、ピーちゃん。行っちゃいました。行っちゃいましたいやねー。ね、あっという間でしたねあっ。という間。もうね、実はエンディングですよ、もう。エンディングですか。もう終わっちゃいます。よ今日もあららららかったね。ね。すごい濃い一日でしたね。濃い一日です。勉強ばっかりの一あと日でしたね。2日間あとまだ2日間ありますからね、皆さん、でもね、この3日間が終わっても終わりじゃないからね。ここからが始まりってさっきね、クリスさんも言ってたし、だからみんなに忘れられないように、ピーちゃんはこんなに派手なの。それで派手なんだね。そういうことここからが始まりですから。そうだからこれずっとこうみんな忘れないで飛んでればね一緒にみんなで飛び立つっていうことでみんな気づくでしょだってねね。そうそう一緒に飛び立ちましょうね、はい皆さんでね。そしてね、明日もね、なかなか濃いんですよ。明日のイベントもね。うん。明日はですね、11時半からになるんですけれども、11時半からパラトリメディアラボ公開トーク、実は私がね司会をさせてもらうんですけど、おっと涼子ちゃん乙武さんと対談をさせていただきます。あららららはい、はい楽しみですね。そしてですね、15時からブックプロジェクトのキュレーターズトークもありますので、うんうん本当に明日もきっとね、楽しみですね濃い一日にねなると思います。そしてね、今日はこの後そのままサーカスアニメーションが上映されますので、約25分間の作品なんですけれども、よかったら皆さんこのままアニメーションもお楽しみください。それではね、明日もまた11時半にお会いしましょう。ましょう。また見てね。ありがとうございます。それではまた明日。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。